はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケンイチです。今回はですね、新社会人向けにメッセージをですね、仕事で役立つ考えとか自分の考えをですね、ちょっと紹介していこうかなと思います。おそらく新入社員の人はですね、もう1ヶ月間社会人経験を得てね、もう嫌だってなってる人もいるかもしれないし、これからね、そろそろ研修が終わって実業務に入ってって、自分の力を発揮してやるぞって思ってる人もいろいろいると思います。そんな中でね、ぶち当たっていく壁とか悩みってのが多分いっぱい出てくると思うんですよ。それに対して、僕のね、社会人、今4年目になったばかりですけども、社会人経験3年を得た僕が、自分の軸となったですね、考え方を紹介していって、それがいいなと思った人は、その考えを取り入れてもらえればいいし、自分には合わないなと思ったらスルーしてもらえればいいかなと。なので、本当にこの参考程度に見てもらえればいいかなと思います。今回ですね、それぞれトピックについて、軽く自分の考えを紹介していくスタイルでいこうかなと思うので、どのトピックを語るかについてなんですけども、1個目がですね、社会人の、現実ですね。未来の自分の社会人像をどうやって見るかっていうこと。で、2つ目がですね、新卒社会人がやっぱり誰しもがぶち当たるもの。めちゃめちゃめんどくさいだけの仕事。やることは単純だけども、すごいめんどくさい。やる気も出ないような仕事にどうやって向かい合っていくか。で、3つ目がですね、飲み会について。で、4つ目が残業についての考え方。で、最後にですね、副業について、スキルアップっていうことについてお話ししたいなと思います。なので、計5点についてですね、自分の考えを紹介していこうと思います。はい、それではですね、早速1個目からいきたいと思います。1個目はですね、社会人の現実、未来の自分の社会人像についてなんですけども、これはですね、いざ自分が配属されて部署が決まった段階で、ぜひですね、自分の5年後、10年後の未来を見るためには、今の5年目、10年目の先輩を見てください。結局ね、簡単な例で言うと、給料も、要は、今の5年目の先輩の給料が大体そんぐらいだったら、自分も5年後大体同じぐらい。ちょっと物価高騰とか、お金の価値がね、変わってって、金額面、数字で見るとちょっと変わるかもしれないけども、多分生活の豊かさっていう面では、おそらくほとんど変わらないです。なのでね、生活の豊かさとか、年収ね、どんぐらいもらってんのかなってのは、もしね、聞ける機会があったら聞いてほしいんですよ。結構人によっては、話してくれないんですけども、結構大っぴらに話してくれる先輩もいて、実際に5年目でどれぐらいもらえてたのかとか、10年目の先輩が今どんぐらいもらってるかってのを結構話してくれる人もいます。で、なんなら課長の年収とかもね、予測だけども聞いてみるといいかもしれない。いざね、40代になって課長になった時、中間管理職の時に実際どれぐらいもらえるもんなのかなって。課長の激務っていうのは多分見たらね、すぐにわかるんですよ。じゃあ激務に対して、どれぐらいもらえてるのかなっていうのは、一つの大きな、指針になると思います。ぜひそこら辺もいっぱい聞いてみてほしいなと思います。あとはですね、未来の自分どうなってるかっていうのを見るためには、同じようにですね、その5年目とかの先輩の目の輝きってのを見てほしい。楽しそうに仕事をしているのか、いやいや仕事をしているのかっていうこと、ぜひね、見てほしい。これね、僕もね、すごい衝撃を受けたんだけども、僕の職場の先輩ですね、いざ配属されて1年目の段階、先輩社員の、特に若手社員の目を見たときにですね、朝の出勤時の段階でですね、おはようございますって声をかけたときに、先輩社員の目がですね、ことごとく死んでるんですね。これはね、すごい衝撃を受けた。だって、3年目の先輩でさえ目が死んでたんですよ。じゃあ僕も3年目になった時に目が死ぬのかって思いましてね、あの時は。嫌だなって思いますよね。ぜひね、その目の輝きとか年収事情を見て、今後自分はこの会社に骨をうずめるのか、それとも、キャリアアップしていくのかっていうのは、ぜひそこでね、一つの参考材料としてね、見てもらえればいいかなと思います。で、2つ目ですね、新入社員が初めてぶち当たる、もう仕事に対しての鬱ですね。めちゃめちゃめんどくさいだけの仕事。これにどうやって向き合っていくかなんですけども、結論を言ってしまうと、もしね、めんどくさい仕事が来たんだったら、新しい仕事やりたいとか、もっと面白い仕事やりたいと思ったんであれば、今あるすごいめんどくさい仕事をさっさと片付けるしかないんです。やっぱこれしかないんですね。特にね、新入社員って、配属されて、OJT とかもあるんで、一個一個仕事を教えなきゃいけないんですよ。なので、まずこの仕事を与えましたと。で、この仕事が終わったら次の仕事。そしたらその次の仕事っていう風に、一個ずつしか仕事もらえないんですよ。だから、今ある仕事がすごいめんどくさい。これをやらずして次の仕事行きたいと思うけども、先輩社員からしてみたら、これが終わんないのに次の仕事与えらんないよってなるんですね。だから、めんどくさいな、もう嫌だなって思った仕事があっても、やっぱりそれはね、さっさと終わらせるしかないんですね。僕もね、配属されてね、一番最初にあったね、これきついなって思った仕事が、
僕、機械系メーカーの設計職なんで、モデルを作ったりとか、図面に起こしたりするんですよ。で、これきつかったなって思った仕事が、先輩がモデルを作ったと。で、それを図面に起こしてほしいって言われたんですね。じゃあ、ざっと図面に起こした時に何枚ぐらいの図面書くことになるかっていうと、ざっとね、それぞれのパーツ、一個一個の部品もあるし、パーツ同士が組み合わさったアセンブリの図面とかも書かなきゃいけなかったんで、ざっとね、300枚の図面書かなきゃいけなかったんですよ。で、どんぐらいの規模感かっていうと、新入社員の僕が、図面の書き方を知ってる僕がですよ、1日8時間ね、図面をずっと書いたとして、大体ね、1日でね、10枚ぐらいかなと。頑張って10枚。で、難しいパーツとかもあるんで、多分ね、平均したら1日で6枚とか7枚ぐらいしか書けないんですよ。ってことを考えると、1日6枚書いたとしても、300枚の図面書くのに50日間かかるんですよ。で、1ヶ月間の実働日数が20日間なんで、要は2ヶ月以上かかるんですね。2ヶ月間毎日朝会社来て、8時間図面書いて、お疲れ様でしたって帰って、また次の日も図面、また次も図面って、それが2ヶ月間続くって考えた時に、いや、これはきついって思いましたね。でもその時もやっぱり、この図面は書かなきゃいけなかったので、この図面をね、後回しにして別の仕事くださいなんて言えなかったから、頭をね、もう何も考えないようにして、もうただひたすら、もう図面を書くだけのロボットになって、もう終わらせましたね。ただ実際にはですね、派遣社員がいてですね、図面を書いてくれる派遣社員さんがいたので、その人と、分担して取り組むことになったんで、実際に僕が書いた図面っていうのが300枚のうち100枚ぐらいだったんですよ。やっぱ派遣さんの方が図面書くのめちゃめちゃ早いし、本当に倍のスピードで書いてたんですよ。だから僕が6枚7枚書いてる日に派遣さんは12枚13枚って書いてたんで、それでね200枚で100枚になったんですけど、それでもね1ヶ月半ぐらいかな、毎日図面書く仕事、ちょくちょくねその先輩の手伝いとかちょっとした仕事とかも頼まれてたんですけども、基本の業務がずーっと図面に向き合う仕事だったんで、あの時はねきつかったですね。でもやっぱ次の仕事が欲しいんであれば今の仕事を片付けるしかないっていうのが残念だけどもどうしようもない現実ですね。なので、そこはね、本当に何も考えないようにして、ただただやるしかないですね。はい。じゃあ次ですね、飲み会に関してですね。飲み会についての考え方なんですけども、僕はね、社会人1年目は飲み会とかにね、ぜひね、参加してほしいと思います。その部の飲み会もそうだし、先輩社員からね、誘われたご飯とか飲み会とかもぜひね、どんどん行ってほしいと思います。それでね、どういうことが得られるかっていうと、自分が来る前の、要は過去の職場とか、どういうことがあったかっていうのを、ぜひね、そこで情報収集してほしいんですよ。今でさえね、働き方改革とか、パワハラをやめましょうみたいな感じで、働きやすい職場を作られてるけども、過去の話とか聞くと、今の上司が、実はパワハラ気質があって、ちょっと前に人を辞めさせちゃったんだよねっていう過去の話とかも聞けるんですよ。今の職場にいる先輩とかも上司もそうだけども、どういう人なのかっていうのを、ぜひね、そういうプライベートの時間で情報収集してほしいかなって思います。結構ね、やっぱ職場の人の話って職場では誰が聞いてるか分かんないんで、あんまりできないんですよ。でも、もうそこの飲み会にしかいないメンバーであれば、気兼ねなく話してくれるんで、そういう場合でね、結構ね、過去の話が出てくることが多いです。で、しかも1年目ってなると、大体ね、先輩がおごってくれたりするんで、特に金銭面もね、あまり気にしなくていいかなって思います。逆に、1年目の後輩を誘ったのに、完全に割り勘だったとしたら、その先輩のね、社会人歴にもよるんだけども、先輩の懐事情もちょっと不安になっちゃいますよね。例えば、社会人歴10年の先輩が新卒1年目とご飯行って、完全に折半になったら、10年目でもそんなに懐事情は危ないのって思っちゃうじゃないですか。だからそういうのもね、見れるんで、基本的に多分おごってくれると思うんですけどもね。でも本当におごってくれなかったら、やばいぞと。5年目でも10年目でもおごれないんだ。新卒1年目に対してもおごれないぐらいしか、もらえてないんだってことが分かっちゃうので、そこはね、一つのね、判断材料にしてほしいかなと思います。次ですね。次に4つ目。副業についての考え方なんですけども、結構最近、特に若い世代、僕も若いんですけども、副業絶対嫌だっていう人いるじゃないですか。で、僕はね、そこまで副業を毛嫌いする必要はないかなって、むしろね、若手であれば、残業をするに値する仕事があるんであれば、残業をね、結構やってほしいかなって思います。月に80時間、100時間とかやる必要ないんですけども、月に適度な残業であれば、20時間とかであれば、全然やっていいかなって思います。なんでかっていうと、この残業っていうのを、一般的なイメージで言うと、仕事が終わんなかったんで、居残ってやっていきますっていうイメージがあるかもしれないんですけども、実際にはそうじゃなくてですね、イメージとしては、
部活動の時の学生時代の部活動としての居残り練習みたいな、もしくは朝練みたいな感じで、人よりもちょっとでも差をつけたいとか、もしくは人にちょっとでも早く追いつきたいってことで、今の自分の現状よりプラスの方向に行こうとする気持ちでやってる人ってのも結構います。言うなれば仕事であれば、今できてる資料でも仕事のクオリティっていうのはもう満たせてる状態。でももうちょっと、自分の考え入れたいなとか、もう少しクオリティ上げたいなっていうことで残業してる人っても全然いるんですよ。で、そういう人であれば、やっぱりクオリティが上がっていくんで、先輩社員とか上司からの信頼が今度得られるんですね。あ、すごいいい資料作ってくれたと。そしたらじゃあ今度、もう少しね、面白い仕事与えてみようかなとか、難しい仕事与えてみようかなっていう次の仕事につながっていくんで、決してね、残業ってのは仕事がね、遅い人だけがやるものじゃなくて、取り組んでる仕事に対する熱量がある人ってのも結構残業することが多いんです。さらにですね、なんで若い人に残業やってほしいかっていうと、単純にですね、残業をしている同期と残業をしてない同期を比べたときに、若い時であれば特にですね、残業してる方がどんどん仕事のスピードが速くなります。成長スピードが。それは単純で、仕事に向き合ってる時間が長いんで、仕事を覚えるのも早いし、いろんな情報をキャッチできるんで、仕事でのね、効率的な進め方っていうのも考えられる時間が増えるからですね。なのでやっぱ若い時はもう吸収する時期なんで、いろんなこと、いろんな情報とかいろんな仕事を覚えるっていうのもそうなんですけど、自分のね、成長するスピードを速めるためにも、残業っていうのは全然、やってもいいっていう人はね、やった方がいいかなって思います。もちろんその年数がね進んできて結婚して子供ができてとかってなったら確かに残業時間を減らしてもらうっていうのもありだと思うんですけど、まだ独身の段階で自由に使える時間が多い時であれば、残業をやってね、仕事での成長を早めるっていうのもいいかな、一つの手かなと思います。で、最後ですね、5つ目、副業に関すること、スキルアップですね。ぜひですね、僕はスキルアップのために、副業をねすごい進めたいなと思います。各有僕もですね、この YouTube 活動で社会人1年目、正確には1年目になる前ですね、3月の段階から YouTube やってましたけども、やっぱりね、この YouTube やってきてよかったなと。機械工学科を卒業した後のね、機械系メーカーの設計職として、動画編集までやってる人って多分そんなに多くないんですよ。別に職場を見ても動画編集やってる人なんてまずいないんですよ。同じような設計者としてだけども、別のスキルを持ってる人として市場価値っていうのが上がっていくはずなんですよ。で、この市場価値に関してですね、僕の持論を紹介したいと思うんですけど、今後ですね、これからの時代ってのは、AI とかも普及してきてますけども、いろんなソフトとか、いろんなものに特化したものっていうのがどんどん生まれてくるのかなって思います。同じようなプログラミングにしても、Python を使うのか、それとも VBA のマクロを使うのかとか、いろいろあると思うんですけども、それぞれ得意なやつがあるんです。マクロの方が得意なものもあれば、Python の方が得意なものもあるんです。それぞれの長所をね、活かした使い方ができるように、今度ね、いろいろ特化したものが出てきますと、サービスだったりソフトだったり機械とかもそうなんですけども、で、それぞれを使える人間ってのが多分市場価値が上がっていくかなって思います。時代の流れを考えると、昔であれば全て人間がやってたことを、機械とか、コンピューターにやらせましょうってことで、機械化とか自動化っていうのが普及していったと。で、さらに進んでいくと、じゃあもっとね、いくつかある自動化の機械を全部集約しましょうとか統合化しましょうっていう動きがあっただろうと思うんですね。僕の会社もですね、昔あった機械を統合したような機械を作りましょうっていう時があったらしいんですね。ただ、結構ね、その使い方が煩雑だったり、使える範囲が狭まっちゃったりとかして、あんまりね、売れなかったらしいんですけども、多分やっぱりそういういっぱいあった機械を統合しましょうっていうフェーズがあったと思うんです。でも今の時代になってくると、それぞれに特化した機械をまた作っていきましょうってなってってると思うんですよ。なので今の時代で言うと、機械だったりコンピューターのそれぞれに特化した分野、それぞれに特化した言語だったり、それぞれに特化した機械っていうのがどんどん生まれてきて、機械とかコンピューターの多様化っていうのが生まれてるのかなって思います。で、そうなってくると Python しか使えない人間よりかは Python も使えて VBA も使える、また C 言語も使えるとかね、そういう人材が求められてる。つまり機械とかコンピューターとかソフトがね、多様化してる時代においてそれぞれが全部使えるよっていう人間が多分市場価値が上がっていくはずなんです。僕も設計者ですけども、CAD の 3D モデルしか作れませんっていう人よりかは、3D モデルも作れるし Python のコードも書けるしっていう人が市場価値が上がっていくはずなんですよね。そういう意味でもね、やっぱスキルアップ、自分が今までやってこなかったものをやってみるっていうのは、ぜひやってほしいなって思います。各有僕もですね、社会人になってから初めて、マクロのコードを組みましたし、Python のコードも書いたんですよ。それはね、別に業務で必要だったわけじゃないんですね。業務で必ずしも必要だったわけじゃないんですよ。業務上で
同じような Excel に対して同じような作業をやってることがあったんですよ。で、これね、毎回、表を作ってグラフ書いてってすごいめんどくさいなって思ったんですよ。そしたらじゃあマクロってものがあるから、マクロ一回も書いたことないけども、でも絶対マクロ書いた方がいいよなと思って、自分でマクロの本買ってきて、独学でね、マクロを組んでみたんですよ。で、なんとか動くようなマクロは作れたわけなんですね。Python も同じような感じで、どうしてもね、数値計算をさせたいものがあった。じゃあ無料で使える Python を使って、数値計算させてみようと思って、Python の書き方を学んでやってみたりもしたんですよ。これらはね、必ずしも業務では必要じゃなかったけども、でも自分のスキルアップにはすごい役立ったし、Python も使ってみたりとか VBA も使ってみて、それぞれの強みがあるんだなってのも理解できたんで、やっぱいろんなものに手をつけるってのやってほしいなって思います。本当に今の時代はね、情報がね、いくらでも転がってるんで、Python のコードでなんかエラーが出ても、すぐにね、そのエラー文をそのままコピペで調べれば、すぐ対処法が出てくるんですよ。だから本当にね、便利なんで、全然ね、独学でもいろんなことをね、学べる時代になったかなと思うので、その学ぼうとする意欲さえあればですね、いろんなものを扱える人間になっていくかなと思うので、ぜひね、副業とかスキルアップにチャレンジしてみてほしいと思います。はい。以上でですね、5つの項目についてはお話ししたんですけども、最後にちょっと言い忘れたことがあって、これちょっと具体的なテクニックになるんですけども、配属された、新入社員が最初に多分 OJT とか受けるはずなんですよ。配属された後。ある先輩社員についてって、その先輩社員にいろいろ教わってねっていう時があると思うんですけど、その時にね、仕事を教わる時に2通りのパターンがあると思うんですよ。一つはですね、先輩社員のデスクの方に自分が行って、先輩社員がそのパソコン操作してるのを見て、メモに取るっていうやり方。もう一個が逆に自分のデスクを使って、先輩社員が来てくれて、先輩社員が声でね、指示を出してくれて教えてくれるパターン。2パターンあると思うんですけども、僕がお勧めしたいのは、ぜひ自分が先輩社員のデスクに行って、先輩社員のパソコンさばきを見てほしいんです。絶対ね、先輩社員は、そのパソコンであればショートカットとか使ったりとか、あとは便利なツールとかを使ってたりするんですよ。でもそういうのって最初の段階でまだ教えないんですね。でも先輩社員のデスクに行けば絶対先輩社員はそれやってくれるんで、もうつどつどね、気になったとこがあったらすぐ止めて、今のショートカット何ですかとか、もう全部メモる気持ちでやってほしいなと思います。そうすればですね、仕事を覚えるのをプラスして、先輩社員のやり方も覚えられる。で、それであればですね、理論上は先輩社員と同じ仕事を先輩社員と同じスピードでできるようになるんですね。これがね、すごいメリットが大きいと思います。結局ね、やっぱね、人それぞれね、やり方があって、人によってはね、めちゃめちゃ効率化してる人もいれば、全然効率化してない人もいるんですけども、ぜひ、それぞれの先輩のデスク行って、その先輩がどういうショートカット使ってるかとか、どういう手順でやってるかっていうのをぜひね、見てもらいたい。自分に合いそうだなって思った仕事のやり方とか、ショートカットをどんどん取り入れてって、先輩社員と同じスピード感でね、仕事ができるようにね、どんどん成長してほしいなと思います。はい。ではですね、今回は新社会人に向けてですね、新社会人がぶち当たるであろう悩みの種についてですね、それぞれ自分の考えを軽く述べさせていただきました。ぜひ、仕事で悩んだ時にですね、ちょっとでも心の支えとかね、考えの参考になってくれたら嬉しいかなと思います。社会人もですね、1年目、まだね、社会人になったばかりだと思うんですけども、社会人って、もしね、長い人であれば、学部卒であってもね、40年近い時間があるわけなんで、まだ1年目になったばかりでね、これからね、長い社会人人生が始まっていくんですよ。そんなにね、焦らず、自分の体もね、大事にして、いろんなものをね、学びながら、で、自分のスキルも高めながらね、社会人として立派な社会人になっていってほしいなと思います。はい。それでですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。